told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. はい、今日は、グラスホッパー系のシャーシの改造というか、手直しをしていこうと思います。したいのが、まずこのグラスホッパー系の、これホーネットのシャーシなんですけど、ホーネットもグラスホッパーもこんな感じでかなりバンプインしてしまうんで、まずここを直していこうと思います。で、その際に、六角ハブ化、このタイヤのここですね、ここのいろんなタイヤが履けれるように六角ハブに直したいなと思います。で、さらにその六角ハブにする過程で、ワイドトレッドに変えていこうと思います。で、現在がおおよそタイヤの外から外までで19センチあります。で、タイヤの中心から中心でおおよそ 16.5 センチ。このトレッドも広げて六角ハブ化にしていきます。じゃあまずちょっとこれですね、外していこうと思うんですけど、まず片方ずつかな。まず片方こっち外しました。で今回使う部品がまずこれ、一応 DT03 のロアアームかな。ちょっと使い古してるんでもうボロボロですけど、これと20ミリのネジをこれを4本、それと M05 の RA アップライトパーツかな、これを使います。それとこれはロングホイールアクスルを使います。あとこれですね、ローフリクションのキングピン。あとガタを調整するのにこういったスペーサー使うんで、いくつか用意して、 TL01 のステンレスのサスシャフト、これを使います。で、あとはこういったピロボールとアルミのボールナット、こういったものも何個か使っていきます。おおよそこれだけを使って、トレッドを広げながら、六角ハブ化にしようと思います。じゃあちょっとやっていきます。で、まずこの DT0302 の D 部品ね、これにこんな感じでで、これをここをしっかり留めて、で、あとはここにスペーサーを入れてするとこんな感じ。スペーサーがどんくらいだろう、4ミリと6ミリぐらいかな。4ミリ6ミリぐらいでこんな感じね。これをこのステンレスサスシャフトと
はい、ひとまずこんな感じですね。こっちが元々のグラスホッパーの元々のグラスホッパーのアームですね。で、こっちが新しくつけた DT03 の六角ハブ仕様です。ガタはね、こっちはそんなにないか。こっちもまあ同じぐらいですね。で、上から見たら、こっちがバンプインするから。じゃあ一応こんな感じなんで、こっちも同じように取り付けていきます。はい、それではホーネット、完成です。一応このバンプインの解消もしっかりできてます。で、あとこのトレッド幅も19センチ、外から外で19センチが 22.5 なんで、3.5 センチほどのトレッドが広がってます。で、ホイールベースは27センチ。こっちも1センチぐらいかな。伸びてると思います。で、最後はちょっと動画足らずの部分もいろいろあったので、補足として、まず、使ったものがまずターンバックル4本。これ自分の覚えとしてもちょっと記録しておきます。だいたい使ったターンバックルが多分ここが2センチなんで、2センチほどのターンバックルを2本と、こっちがからこれ8センチぐらいだから、6センチと6センチのターンバックルと5センチのターンバックルぐらいかな、を使ったと思います。で、あとは CVA ダンパーのこれスーパーミニを取り付けてるので、それは購入しました。ちょっと向きが悪いんで、この金具の位置後で調整します。で、この取り付けのこの上の金具はもともとホーネットの下側についてある、金具を上に取り付けて、くっつけてます。で、下側の穴はなかったので、この裏見えるかな、この裏側から穴をちょっともともと開いてるネジ穴の部分を貫通させて、この中で留めてます。で、ただこっちの外側のなんていうんだろう、アームの部分、これもカットした方がうまくつくので、こっちカットしてないんですけど、ちょっと曲がっちゃうんで、カットはまた後日しようと思います。で、カットといえば、これステアリングがこう動くんですけど、このね、見えるかな。ここら辺、この辺りはどうしても干渉する部分なので、カットしてます。で、ちょっとこの辺りもカットはしてます。で、ステアリングがちょっとここ止めてないんですけど、こんな感じで干渉しないようにしてます。で、このサーボホーンは元々の分を使ったんで特にはしてないんですけど、サーボによってはなんていうんだろう、多分この下側がピローボールの取り付け方向によっては当たるかな。あとサーボホーンによってもちょっと違うかもしれないですね。で、カットをする際に自分がよく使ってるのがこれですね。アストロのこれミニグラインダーって書いてるけど、ルーターですね。こういうの1個あったらカットしたり削ったりが便利なんで、これも使いました。なんでパーツ以外でちょっと利用したものっていうのはそういったところになります。
あ、そうか。あと、ここ。グラスホッパーだとここにネジで留めるのかな。ホーネットのボディ持ってないんでちょっとわかんないんですけど、ここはピローボールでここに取り付けて、そこにターンバックルを取り付けた形です。ただこれだと、まず間違いなくホーネットも多分ここが干渉すると思うんです。で、手持ちのこのグラスホッパー2のシャーシをちょっとはめる際もちょっと干渉するので、ここはまた後でカットして使おうと思います。ここですね。で、この向きが正解なのかどうかはちょっとわからないんですけど、横からつけるという方法もあったんですけど、極力ちょっと簡単にしたかったので、ひとまずこれで様子を見ようと思います。走ってみたりしてちょっと不具合があれば、そこはまた少しずつ直していこうかなと思います。だいたいこれで本日の改造箇所、おおよそ、自分の覚えも含めてある程度詳しくやったつもりなんですけれど、今日のところは以上となります。まだリア部分とか46にしたりとか、リンクサスをちょっともう少し変えてみたりとか、いろいろあるんですけど、今回は以上となります。で、また今後もこういった形でラジコンの改造をしたり、自分の興味を持ったことや疑問に思ったことなどはどんどん動画にしていこうと思いますんで、よかったらいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、走行動画はまた後日、機会があれば見てやってください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。